こんにちは、りんごはんチャンネルです。今回はかつおだしの取り方を詳しく解説していきます。はい、これが昆布を入れたばっかりの状態ですね。ここから3時間ぐらい漬け込んでいきます。はい、では準備ができましたら、こちらの昆布だしを火にかけていきます。今度は沸騰直前になってきたら昆布を取り上げていきます。昆布は沸騰させすぎてしまうと昆布特有のとろみですね、ぬるつきっていうのがだしの中に出てしまうので、それが出る前にうまみだけをだしの方に移して昆布は取り出していきます。なので鍋の側面がふつふつっとちっちゃい泡が出てくるまで沸騰させていきます。また待っている間に準備していただきたいものがあります。こちらですね。鰹節が45g です。これ結構量多いんですけど、濃いめの美味しいかつおだしを取ろうと思ったら、お水の量に対して 3% のかつお節を用意してあげてください。はい、ではだしが沸騰するまでに準備していただきたいものがもう一つあります。こちらですね。こちらはかつおだしをこすためのボウルとざるになります。こちらちょっと分解していきますね。まず小さいざる、それからクッキングシートが2枚、それと小さいボウルよりも一回り大きいざるですね。こちらとだしを受け止める大きなボウルです。このセットを準備しておいてあげてください。はい、だしの方がだんだんと沸騰してきました。鍋肌に小さい気泡ですね、こちらが出てきているので、ここで一旦昆布を取り出していきます。はい、昆布が取れましたら、今度はこのまま完全に沸騰してから鰹節を入れていきます。沸いてないところに鰹節を入れてしまうと、鰹節のえぐみっていうものが出てきてしまうので、必ず鰹節を入れるときには昆布だしが沸騰している状態で入れてあげてください。はい、ではここまで沸騰してきたら鰹節を入れていきます。はい、入れてからすぐは鰹節は触らない方がおすすめです。ここからじっくりと煮出していきます。この時の火加減は表面の揺れ具合ですね。表面の揺れ具合が穏やかに揺れる方がおすすめなので、火加減を少しだけ落としていきます。中火と弱火の間ぐらいですね。だんだん煮出していくとアクも出てくるので、アクもこの時に一緒に取り出していきます。はい、でここでよく見ていただきたいのですが、今鰹節がこうぐるぐるっと回っているかと思います。対流の動きが鰹節のうまみをだしの方にうまく移してくれます。またアクの方も取っていきますね。はい、ではこれでだいたい 2,3 分煮出していただいたら火を止めていきます。火を止めましたら、今度は鰹節ですね。鰹節が静かに下に沈んでいったらこすタイミングです。まだ動いている段階でこしてしまうとどうしても出汁が濁ってしまうので、必ず鰹節が静かに下に沈んでからこしてあげてください。はい、では今から出汁をこしていきます。先ほど準備していただいたざるとボウルですね、こちらをシンクの中に置いて、この中に一気にザバッと入れていきます。ではいきますね。はい、そうしましたら今度は一番上の小さいざるですね、こちらを上に持ち上げます。持ち上げましたら斜めに傾けてあげると出汁が
早く落ちてくれます。この時にどうしても鰹節をギュッと押したくなると思うんですけど、これ押してしまうとえぐみっていうものが出てきてしまうので、こちらはなるべく押さないようにしてあげてください。はい、自然に落ちなくなりましたら、今度は2番目のざるですね。キッチンペーパーではなく2番目のざるを持ち上げていきます。この時結構熱いのでお気をつけくださいね。出汁が落ちにくい時にはこのようにして回してあげると早く落ちてくれます。でよく見ていただくと分かるかと思います。細かい鰹節がキッチンペーパーにくっついているかと思います。これが出汁の中に入ってしまうと雑味というものが発生してしまうので、少し手間はかかってしまいますが、こちらのキッチンペーパーは必ず引いてあげてください。できた出汁がこちらになります。この色が取れてれば成功です。はい、また残ったこちらの鰹節ですね。こちらの鰹節で2番出汁を取ることもできます。今回は2番出汁を取らずにこちらを使って美味しいふりかけですね、ソフトふりかけの作り方を次の動画で説明させていただきます。それから昆布も一緒に使っていきますね。はい、今回は鰹だしの取り方をご紹介させていただきました。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。またりんごはんチャンネルではお料理初心者の方やもっとスキルアップをしたい方のためにお料理本に載っていない情報や簡単なレシピ動画を紹介していますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。